馬車屋に行くと店主が声をかけてきた。行きたい場所はあるか。お代は100ゴールドだ。これまでに君が訪れたことがある場所なら馬車で瞬時に移動できる。100ゴールドで移動するか。宿屋の店主は驚いた表情で、これは全国宿屋協会会長のご子息ではありませんか、と言った。店主は君のことを誰かと間違えているようだが、歓迎の意を見せている。お代は不要とのことだ。この町に住む魔物研究家の家から以前はよく笛の音色が聞こえてきたそうだ。しかし近所迷惑だと苦情が入り、それ以来めっきり聞こえなくなったらしい。男は洞窟に行くなら松明が必要だと言っている。さらに松明は道具屋で買えると教えてくれた。この男は道具屋の回し者なのだろうか。男は必死に自分の体を雑巾で磨き、体臭を消そうとしていた。男はこの体臭のせいで好きな子に何度告白しても断られているらしい。確かに男からは少々香ばしい匂いが漂っている。君はふと思った。体内の毒素を抜けば体臭も消えるのではないかと。君はカバンを漁ってみたものの、毒消し薬はどこにも見当たらなかった。店に行くと店主が「ご用件は?」と尋ねてきた。店主は「他にご用件は?」と問いかけてくる。ここは遊技場。店番の男の子がカードゲームで遊ぼうと声をかけてきた。店番の男の子は君に手を振りながらこれに懲りずにまた来てよと言った。君が毒消し薬を渡すと男は一気に飲み干した。すると男の体から香ばしい匂いが消え去った。男は大喜びしながらもう一度好きなあの子に気持ちを伝えてみると言った。男はお礼として懐から何かを取り出した。最近この町ではよく魔物に物を盗まれるらしい。魔物は盗んだものをどこかに隠しているらしく、白の教団はその場所を調査しているようだ。女は魔物に自分の大切なものを盗まれてしまったという。誰か取り返してくれないかなとぼやいている。何を盗まれたのかと君が聞くと、お肌がツヤツヤになる薬と答えた。女は男からモテすぎて困っていると自慢げに話している。自称愛の伝道師だそうだ。彼の名はコポラスキュすいませんコポラス・キュイーブル。長年この町で魔物の研究をしている男だ。町の皆からはコポラという愛称で呼ばれている。魔物に詳しいコポラならドラゴンの情報を知っているかもしれない。君はコポラにドラゴンのことを何か知らないかと尋ねてみた。するとコポラは言った。ある頼みを聞いてくれれば教えてやると。コポラは大切にしていた宝物を魔物に盗まれてしまったそうだ。コポラの宝物を魔物から取り戻してくればドラゴンのことを教えるという。宝物を盗んだ魔物は西の洞窟を根城にしているらしい。向かってみよう。洞窟の中に光は届かない。松明で照らさないと進めなさそうだが。君は危険を顧みずこのまま進むことにした。洞窟は暗くて危険だ。松明なしでこのまま先に進むのか。松明なしでこのまま先に進むのか。松明なしでは真っ暗で危ないですよ。そろそろ松明のカードを使った方がいいと思うけどな。松明のカードがないなら戻った方が。暗闇の中を何かが動く音がする。
君が目を凝らすと、この世のものとは思えぬおぞましい怪物の姿が。あまりの恐怖に君は床に倒れた。意識がどんどん遠のいていく。気がつくと、そこは西の洞窟の外だった。どうもクロエとメルブールが運んでくれたようだ。洞窟の中を探索したいなら、素直に松明を使うことをお勧めする。ちなみに、松明は三つ目の町の道具屋で売っている。君は松明を使った。周囲が明るく照らされ、先に進めるようになった。松明のおかげで周囲は明るくなったが、遠くまで見渡すのは難しそうだ。固く閉ざされた扉がある。不思議な力で封印されているようだ。扉の中央をよく見ると、丸いものをはめ込むようなくぼみがある。丸いくぼみに魔力の玉をはめ込むと、扉が開いた。君が宝箱を開けようとすると、人間の宝返さないと、どこからか不気味な声が鳴り響く。次の瞬間、暗闇から何者かが飛びかかってきた。魔物との戦いを終えた君たちは宝箱の方を見る。すると、なんと白の教団の連中が宝箱の中身を漁っているではないか。君たちは急いで宝箱に近寄ろうとしたが、すでに手遅れだったようだ。白羽は魔物を退治してくれてご苦労様と君たちに微笑んだ。宝箱からめぼしいものを懐にしまった白の教団の連中は悠々と来た道を引き返していった。連中に盾ついても叶いそうもないことを知っている君たちは呆然と見届けるしかなかった。宝箱の中はほとんど空だったが、ボロボロの人形だけが残されていた。君はなんだゴミかとあからさまに残念がる。クロエは何を思ったのか、ボロボロの人形をそっと手に取った。苦労した割に戦利品はこれだけかと君は肩を落とした。結局君たちは宝らしきものを見つけられなかった。三つ目の町の魔物研究家コポラに報告しよう。脱出を選ぶと早いですよ。君は西の洞窟から今すぐ出ることにした。私の宝物を見つけたなら渡してくれ。コポラはそう言った。クロエはこれしかと言いながらカバンからボロボロの人形を取り出して見せた。コポラはその人形を見るなり驚いた表情で身を乗り出し手に取った。人形を見つめながらコポラは語り始める。この人形はかつてコポラが娘に送ったものだった。しかし娘は幼くして重い病にかかり死んでしまう。それ以来コポラはこの人形をまるで本当の娘のように大切にしていた。だがある日魔物にコポラはクロエに深々と頭を下げながら本当にありがとうと謝意を示す。思いがけず宝物を入手していた君たちは間髪を入れずコポラに詰め寄った。ドラゴンの情報はと君はぶしつけに聞いた。コポラはまあ慌てるなと君を手で制する。この町からはるか東方に魔物と人間が共に暮らす共生の村があるという。コポラによればドラゴンと魔物関係浅からぬ者同士何か話を聞き出せるかもしれないと。情報を聞いた君は足早に外へ出ようとする。コポラは君を呼び止めて言った。共生の村に行くには大陸を横断する巨大な樹海迷いの森を抜けねばならないそうだ。コポラはこれを持っていけと
何かを差し出した。これがなければ迷いの森は抜けられまい、とコポラは言った。君たちは遥か東方にある共生の村を目指し、まずは迷いの森を抜けることにした。